旅トラベルガイドの K です。このチャンネルでは夫婦で訪れた旅先の景色や役立つ情報をお届けしています。今回はベトナム鉄道の観光列車で生演奏付きの列車旅を体験してきました。予約から料金、乗り方、生演奏まで実際の様子を詳しく紹介します。チャンネル登録して一緒に旅を体験してください。ホテルを出てフエに移動します。フエを拠点に2カ所のユネスコ世界遺産を巡る計画です。ダナンからフエへは観光列車セントラルヘリテージコネクションで移動します。生演奏がついた観光列車です。私たちが宿泊したアレグロホイアン・ア・リトル・ラグジュアリー・ホテル&スパはダナン・ホイアンの観光に最高のホテルでした。ホテルの詳細は別動画で紹介しています。まずはグラブでダナン駅へ向かいます。ダナン駅が見えてきました。乗車時間は約50分でした。駅前には退役した蒸気機関車が展示されています。ダナン駅の駅舎はクーラーが効いていて快適です。中に入るとまず切符販売所があり、その奥が待合室になっています。私たちはネットで事前に購入していたので、そのまま奥の待合室へ。電光掲示板に私たちが乗る HD4 が 14H20、14時20分発と表示されています。待合室もクーラーが効いていて涼しく過ごせます。奥にトイレがあります。トイレ、売店も完備しています。ベトナム鉄道のチケットは事前に公式ホームページで購入しました。右上のイングリッシュボタンで英語にできます。さらに右上の縦3点リーダーから翻訳をクリック。日本語をクリックすると翻訳されます。下にスクロールするとフエとダナンを結ぶ観光列車が開通とあります。画像をクリックすると観光列車のページが開きます。先ほどと同様に縦3点リーダーから日本語翻訳で翻訳されます。乗車時間は約3時間。雄大なハイバン峠、美しいビーチのダナン、文化遺産の地古都フエ、車窓からは山と海の絶景と書いています。ダナンからフエへの観光列車は1日2本。ダナン駅7時50分発のアクティビティ2か15時発のアクティビティ4になります。英語ページや現地の掲示板では HD2、HD4 と記載されますのでご注意ください。ちなみに私たちが7月末に乗車した HD4 は14時20分発でした。ではチケットの取り方をご紹介します。左上のからの枠に DANANG と入力。ダナンが選択肢として出てくるのでクリックして選択。その下2の枠に HUE と入力。色相が選択肢として出てきますが、これがフエですのでクリックして選択。私たちは片道利用でしたので一方通行を選択していますが、往復で利用される場合は往復を選択してください。出発欄のカレンダーアイコンをクリック。ここをクリックすると月を変えられます。乗車予定の月、日を選びます。例えば12月16日を選択してみます。サーチをクリック。コンピューターではないことを確認してくださいと表示されたらチェックをして進めます。選択した日の列車が表示されます。
車両の色が水色は利用可能。選択している車両が黄緑。選択できない車両は赤。選択できるシートは白。赤は予約済み。青いシートは長距離用のため選択できません。シートの隣に表示されているのはベッドです。ハノイサイゴン間は3、40時間かかるそうで、寝台席が準備されています。アクティビティ 4、HD4 を選択します。次に車両を選択します。予約済みの赤いシートがちらほら見えます。車両中央のグレーの部分はテーブルになっています。よく見るとテーブルを中心に背もたれの位置が逆になっています。シートはテーブルを中心に向かい合う配置になっています。ダナンからフエイは左半分が進行方向向き、進行方向右側が海岸線なので後方右側ブロックがおすすめです。後ろに荷物が置けるので空いていればシート3、4がおすすめです。シートをクリックで選択すると料金が表示され右上のカートに追加されます。選択後600秒、10分以内に決済を終えないとキャンセルされてしまいます。チケットを購入するをクリック。入力が必要な情報はフルネームとパスポート番号、メールアドレスと電話番号です。特に難関なのは電話番号です。ベトナムの電話番号は現在10桁に統一されていますので、0から始まる10桁の番号でないと決済に進めません。請求書発行情報は個人を選択。買い手欄は名前、パスポート番号、購入者名も名前、住所欄には国籍ジャパンを入力します。こちらは実際に私たちがチケットを購入した際のスクリーンショットです。進行方向逆向きの山側シートを予約してしまいました。これから旅行される方はご注意ください。0から始まる10桁である必要がある最難関の電話番号ですが、私たちはまず日本の国番号プラス携帯番号を入力しましたが NG。次にベトナムのホテルの番号で試しましたが、なぜか11桁だったので NG。0から始めて1つ削った10桁入力でようやく決済に進めました。決済方法は一番上の VNPay を選択するとクレジットカード決済ができます。1人18万ドン1030円。ベトナム鉄道公式サイトでの購入が最安値です。決済後届くメールによると現地でも発券できそうでしたが、心配だったのでチケットを印刷して持参しました。13時50分、出発時刻14時20分、30分前にアナウンスがありました。HD4 はトラック2に到着しているそうです。待合室の乗客が一斉に移動し始めました。乗車前にホームを見学してみます。商品がずらっと並んでいます。ホームページにも記載されていましたが、世界で最も雄大なハイバン峠が見どころです。各車両の入り口に車掌さんが立っています。線路を歩いて車両に向かうのが新鮮です。チケットを見せて乗車します。
足のシートなので後ろにスーツケースを置けて便利です。車両中央のテーブルを境に向かい合う座席配置です。荷物棚は高く、スーツケースも収納できます。壁にコンセントがあり、スマホを充電している人も多いです。シートの間にもコンセントがありました。隣の車両は飲食の販売や生演奏がある特別車両になっていました。コミュニティアクティビティ車両と呼ばれるようです。軽食やお土産が販売されています。車両の両サイドにはシートがあり、先頭に生演奏を披露するアーティストの方がいます。乗車開始から20分でほとんどの乗客が乗り込んだようです。ウォーターサーバー、洗面台があります。トイレは比較的清潔で、トイレットペーパーも装備されています。紙は流せませんのでご注意ください。帝国通りに出発しました。BGM を流していますが、アーティストの方はまだ待機中です。発車から10分ほどでパフォーマンスが始まりました。I hope you will enjoy it and feel the love for our beautiful country. Thank you so much. 観客が集まってきました。Và liên tục cho chương trình ngày hôm nay tiếng hát trên mọi mũi trong nhau sắc âm người sẽ không thấp nào vô đây sẽ không thấp nào vô đây còn giặc lý không cao ý còn giặc lý không cao em chưa tay mắt trong giấy nhưng mai đây giặc rồi trái tim ta ngõ ngập ra cao chúng ta đi chưa nghỉ chẳng chưa say em còn có hai đường đây
窓から雄大な景色が見えます。すごいな、綺麗な。すごい断崖絶壁になってる。この辺りが廃盤峠でしょうか。海の向こうにダナンの街並みが見えます。この繰り返し歌唱されている曲はパム・クインハンのハローベトナム。ベトナム難民2世の彼女が祖国への憧れを歌った感動的なバラードです。乗客の方も一緒に歌うほど人気の曲なんですね。アクティビティ車両は自由席なので、席が確保できればパフォーマンスと景色の両方を楽しめます。車掌さんがカートでお土産の販売をしています。
蘭光駅で途中下車しました。ホームに降りることができます。ホームでは食べ物を売っている人もいます。上方面から来た列車が向かいのホームに入ってきました。こちらもアクティビティ車両があるようです。20分ほど停車して出発しました。後半はアーティストが変わり、楽器の生演奏のようです。蘭光駅で先ほどの歌手はダナンに戻る列車に、笛から来た演奏者は笛に向かうこの列車に乗り換え、乗客は異なるパフォーマンスを楽しめ、アーティストも変えれる仕組みのようです。スピーカーから流れる音楽に合わせて笛の演奏が始まりました。そこにベトナムの伝統楽器ダンバウの演奏が重なります。笛とダンバウを生で重ねていくスタイルのパフォーマンスです。ダンバウはベトナムの伝統的な一弦弦楽器。木や竹製の細長い共鳴箱に一本の金属弦が張られ、弦はサウンドバーにつながっている構造。右手で弦を弾き、左手でサウンドバーを押したり引いたりして音程を調整して演奏します。車掌さんがゴミを回収してくれています。家がちらほら見え始め、人が増えてきました。笛が近づいてきたようです。で皆さんおります。
が増えて書いてました。フエに着いたみたいです。帝国通りフエに到着しました。ダナンからフエ3時間10分の旅でした。歌唱、絶景、生演奏であっという間に到着しました。降りてくる乗客を待ち受けている人がいます。白タクの勧誘でしょうか。ダナンと同じく線路を渡って出口に向かいます。ちょっと楽しいです。駅を出るとすぐにタクシー乗り場です。フエの駅舎はどこか懐かしい雰囲気があり、歴史ある街フエらしい落ち着きを感じられます。私たちはグラブを呼びました。グラブのドライバーが警備員風の人にお金を支払いました。フエ駅前にグラブが入るには入場料金が必要なようです。フエでグラブを利用する場合、駅から少し離れて呼ぶと良さそうです。フオン川、別名パフュームリバー沿いの道を進んでいきます。公園になっていて穏やかな景色です。Google 評価 4.8、5つ星ホテルメリア・ビンパール・フェイに到着しました。チェックインでは冷えたハーブティーをいただきました。ちょっとした気遣いが嬉しいですね。ホイアンのホテルとはまた違った雰囲気のホテルです。ホテルの詳細は別動画で紹介します。早速ですが、グラブを読んで夕食に向かいます。フエ王宮にある人気レストランに向かいます。
川沿いの景色も美しいです。笛王宮はライトアップされています。グラブ移動が観光になって得した気分です。レストランレ・ジャルダン・ドゥ・ラ・カランボルに到着しました。笛の王宮観光の際に立ち寄りやすいフレンチコロニアルスタイルの美しい邸宅レストランとして非常に有名なお店です。昔のフランス植民地時代のビラを再現した建物で、アーチや床のタイル、高い天井などが特徴です。私たちはテラス席を選びました。笛を代表するフダビールをいただきました。冷えていてとても美味しかったです。私たちは本格的な笛料理をいただきました。詳細は別動画で紹介します。Thank you. Hello. 夜の笛の景色は本当に癒されます。メリア・ビンパール笛にあるルーフトップバー、Google 評価 4.8 のゼニススカイバーに伺います。ホテルの特徴である高層階からの素晴らしい眺めが最大の魅力です。
開放的な席もありますが、私たちはクーラーの効いた席にしました。ジントニックをオーダーしました。ジンとトニックウォーターが別々に出てきました。テーブルチャージなし、おつまみはサービス。良心的すぎますね。ゼニススカイバーは標高もサービスも最高のバーですね。生演奏と絶景で移動時間を楽しめる大満足な列車旅でした。観光列車セントラルヘリテージコネクションはいかがでしたか？この動画が皆さんのベトナム旅行計画に役立てば嬉しいです。世界遺産コンニャケバン国立公園、世界遺産フエの建造物群、ベトナムの魅力をこれからも少しずつ紹介していきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけると嬉しいです。